んにちは、さきです。本日の動画はテイサイドスモーキーメイクです。はい、ということで本日はですね、前にインスタグラムでアップしたすごく人気だった好評のスモーキーメイクを再現してメイクをしてみました。ちなみにこちらですね、この時の、カラコンだったりとか全てが全部メイク一緒なわけではないんですけれども、この時のメイクに寄せてメイクをしてみました。結構これは盛り耐性がない人とか、あと色素が結構高めの発色系のメイクが似合わない方とかにすごくおすすめだったりとか、あと髪の毛黒髪にしたんだけどなんだか垢抜けないなとか、ちょっといつもと雰囲気変えたいっていう方とかにすごくおすすめのメイクなので、最後まで見てくれると嬉しいです。それでは動画スタート。はい、ということでメイクをしていきたいと思います。今スキンケアだけ終わっている状態でカラコンを装着いたしました。コンセプトメイクで使えるかなと思って買ったこちらの中国のカラコンなんだけど、私 Amazon でこれ買ったんだけど、ヤヤミヤって書いてあるクリームアッシュっていうこちらのこれを買いました。こちらをつけております。中国のカラコン初めてつけたんだけど、なんかギャーンって感じ、スモーキーメイクにはぴったりそうな感じなので、こちらを今日はつけてまいりたいと思います。まず目のクマを取っていきたいと思いますので、こちらのセルブのピンク下地なんですけど、まだサンプルの方が余ってたので、私は家用でこちらのちっちゃいタイプのやつを使っていきます。なんか私最近ベースメイクイベントの時とか特別な時以外ファンデーション塗らなくなったので、久しぶりに変わったベースメイク、こんな感じでちょっとクマを消してまいります。で、今ちなみに目の二重幅をテープで広げている状態です。最近二重の幅が広いのがお気に入りで、なんか多分年齢を重ねるごとにまぶたの脂肪が薄くなってきて、ちょっと皮膚がその分ちょっとこうたるんでくるから、目を大きく見せたいっていうよりかは目のたるみが気になって二重の整形する方って多分結構意外と多いと思うんだけど、なんか芸能人の方見られてても結構30後半ぐらいから二重の幅わざと整形する方とか多いなと思って、なんでだろうと思ってたんだけど、こういうことかって最近分かった。ここのまぶたのたるみが気にならなくなるからするのかなって最近なんか思ったんだよね。だから私ももしかしたら近々二重の幅を変えるかもしれない。で、今とりあえず下地このクマのところだけ塗った状態で、次使うのがラッシュポゼの UV イレア XL プロテクション BB01 番。これは化粧下地兼日焼け止めの乳液ですね。私は最近こちらでファンデーションを全て賄っておりまして、色はこういう感じで白くもならない、地肌に馴染みますっていう感じのカラーです。ちょっとベージュっぽいのかな。結構みずみずしい感じなんですよね。これがこのように塗っていきまして、セルブのパフで馴染ませていきます。指で馴染ませるとすごいツヤがしっかりと出る感じになるんだけど、肌に塗布する時にパフを使ってあげると無駄なつけすぎてしまった部分とかが取れるから、ちょっと軽めにつけたい方とかはパフでつけてあげるといいかなって思います。もうこれでほんと最近十分。なんかお肌頑張ってる感じもやっぱしないし、日焼け止めはさ多分毎日使った方がいいじゃん、冬も。私結構忘れがちなんだけど、韓国の肌綺麗な方とか見てても毎日必ず日焼け止めは使ってるから、2024年は絶対に毎日日焼け止めを1日たりとも怠らずに生きていこうって決めたので、2024年入ってからは毎日必ず日焼け止め、家に一日中いる時とかも日焼け止めずっと塗ってます。拭き取りクレンジングとかでもいいんだけど、何も塗ってない時とかでもクレンジングはねした方がいいらしい。その方が肌が綺麗になるんだって。ツイッターで見た。結構綺麗じゃない？今こっち塗ってなくてこっち塗ったの。均一になる感じ、肌ムラがなくなる。トーンアップとかはしてくれないし、むしろちょっとトーンダウンしてる気がするんだけど、肌自体はすごく綺麗に見せてくれる。で、今日焼け止めが塗り終わったので、パウダーはこちらのセルブのクリアを使っていきます。正直ね、ファンデーションしなくてもこのクリアのパウダーがあればマジで肌は何でも綺麗にカバーできる。なんか別にこれ自体に色が入ってるわけじゃないんだけど、かなり粒子を細かくパウダーを入れてるから肌にしっかりと密着して、肌が汚く見えたりとか見える原因みたいなのってちょっと肌ムラだったりとか毛穴の凹凸感だったりとかするんだけど、それをなくしてくれるから、色とかなんかそういうのでカバーしなくても綺麗にねこうやって肌を見せてくれるんですよ。だからシミそばかすだったりとかそういうニキビだったりとかはカバーそんなにできないんだけど、やっぱ色を重ねてあげないと、コンシーラーだったりとかファンデーション重ねてあげないと、色彩をね入れてあげないとダメなんだけど、そういうのがそこまでないよっていう方
方は別に正直日焼け止めにこれとかでも全然お肌は綺麗に見える。でスモーキーメイクなんでなるべくちょっとツヤとか無駄なツヤはなくしていきます。私最近ちょっとここに脂肪入れようか迷ってるんだけど、ちょっとこけてきたのね、ここら辺が。今月すごい来店イベントとかさ、ビッグイベントがすごい多くって、ちょっと今ダイエット中。モニターとかに映る用の痩せ方を今してて、普段のダイエットとか体型維持よりもちょっとオーバー気味に、やっぱどうしても膨張するんだよね。モニターだったりとか写真撮られた時のスチールとか、普通の見てる肉眼の倍ぐらいあるよね。足も短く見えるしね。だからそれ用にちょっといつもよりストイックにダイエットしてるから、ちょっとこけてきちゃったんだよね、ここら辺が。ここら辺をパウダーで埋めてあげると少し凹凸がなくなる、このデコボコ感。だからさ、韓国アイドルとかさ、多分生で見たらやばいよね。えぐいですよね。本当に韓国アイドルへのアンチコメントみたいなのでさ、この子太ってないみたいなのあるじゃん。多分生で見たらさ、おそらく一般の人たちよりもさガリガリじゃん。やっぱさ大変だよね、ああいう方々のお仕事ってね。こう文句を言ってる人たちってさ、人前にさこうカメラに立ったりとかするお仕事とかそういうの経験があんまないから、多分きっと感覚的に分かんないんだと思うんだけど、本当に今のカメラって繊細だから、毛穴とかもすごいバーって映るし、大変だなっていつも思うの、アイドルの子たちを見てると。眉毛はエスポアで描いていきます。ムービーとかでさ、顔とかさ、よりとかで撮った時とかさ、膨張しすぎてさ、私自分で普通に大丈夫そうって思うもんね。昨日さ、家でさずっと彼氏とさ韓国アイドルのさミュージックビデオをいろいろ見漁ってたの。いやなんかいかなる瞬間も可愛くてすごいなと思って眉毛を描きました。シェーディングウェイクメイクの02番ソフトクールの方を使っていきます。クールトーンの方ですね。ちょっと彫りはしっかりめに入れていこうかな今日。最近あった面白い話ある？やっぱおいどんさんにもっと出てほしいですってほら前言ってたから使えない話ならあるんですけど、使えない話は後でしてちょうだい。ごめんなさい。鼻のシェーディングをアイム耳で。これもうちょっとでなくなりそうだから買わなきゃ。おいどん花粉症？あ、いいえです。私も花粉症じゃないんだよね。でも鼻水すごいだよ。これ一回発症したらもう治んないんだもんね。らしいですよ。唇の皮むけてる。今週本当にマジでびっくりするぐらいハードだもんね。先月の後半ぐらいに自分のスケジュールのタスク確認した時に、もうすでにそのデザインとかデスクワークを抜いた固定タスク、会議、記事決めとか発注会議とかなんかいろいろさあるじゃん。撮影と、それはセレブもダリチも含め、あと来店イベント、出張で2月の後半に3月のほぼほぼのスケジュールが埋まってて、あと2日間ぐらいしか丸々1日フリーで動ける日がなくて、その間に10月と11月のデザインをしなきゃいけないし、確認もしなきゃいけなくて、 SNS も撮ってみんなにこう発信をしていかなきゃいけないから、本当に1日24時間じゃ足りない状況になってて、マジでびっくりした。もう先月の時点でもう覚悟はしてたんだけど、あ、やばいみたいな。多分これ寝る間も惜しんでやんないと回んないわみたいな。この間さコメントでさ、社長別にいるんだみたいな、一人でできるのにさきさんだったらみたいに言われたんだけど、多分きっとその方は60人抱えてる会社っていうものを多分経営したことの経験のない方だと思うんですけど、マジでこの店舗数多分67セレブも含めた6店舗プラスウェブプラス新作を月に50型もちろん自分で出しながらの SNS の発信もしながらので、やっぱ会社だから人事的なものもいっぱいあるんですね。こう誰かが辞めたいとか辛いとか、なんかこうもうちょっとキャリアアップさせたいとか、そういう問題がある中で一人は無理。むしろ多分今人事的な副社長的な動きとかも全然できない。もうなんかむしろプレイヤーで動いてることの方がメインだから、クリエイティブと自分がそのモデルの仕事、その表に出る仕事を両方を両立するのが精一杯で、社長業みたいなのは本当に社長くんがもうメインで動いてくれてるって感じなんだけど、到底無理。一人でなんて絶対無理。絶対無理だよね。てか一人でやってる人なんていないよね。ちっちゃい規模でやってるんだったら、年間1億2億ぐらいの規模だったら一人で全然できると思うんだけど、それ以上超えてきちゃったりとか何十億とかってなってくると、絶対到底無理ではあるよね。使っていくのがアイシャドウはこちらです。クリオのプロアイパレットエアー03番。これは全部スモーキー系のちょっと低サイドなカラーで作られてるパレットになります。ピンクだとしても結構こうモーブトーンというか低サイドなものが揃ってる。やっぱ今ね低サイド系がすごく人気なのと、色味がピンクとかでもオレンジとかでも明るめすぎるカラーが似合わない方とかには、カラーはついてるけど低サイドだよみたいなやつを使ってあげると、この盛り耐性がない人とかにはすごくおすすめで、自然に色づきながら目が盛れるよっていう感じのアイテムです。使っていくのはこちらですね。まず
確かに盛り耐性ない人っているじゃん。あんまり目はっきりさせすぎるとやばいみたいな、そういう人にはこの低サイドメイクはすごくおすすめです。ちょっとこの間そのインスタでさ、何のメイクですかって言われたやつは正直その場でやってるから必ずしも 100% このメイクと同じっていうわけじゃないんだけど、ちょっとできる限り寄せていく。結構一色でこういう感じで発色する。低サイドなのに発色がいいからすごいいいよね。やっぱクリオってすごい。で目尻側にこちらとこちらを重ねてきます。でこのいつも使ってるキャンメイクの涙袋のペンシルでいつも通りこちらは下を引いていきます。使っていくのはこれダークネスな感じ。怖いって言われるんだよねこれメイクすると。強めな女になりたい時はぜひハイライト塗ってきます。これは眉毛のここに、これをやるとちょっと濃かったこうわーっと色がついてたところをブレンディングできるので、これでちょっと綺麗に整えていくイメージと、あとこの眉上こめかみあたりにちょっと立体感。なんか低サイドメイクとかこういうちょっとスモーキーなかっこいい系のメイクをするときはこめかみだったりとか女性特有の丸みがあるところを強調してさりげなくピカピカのハイライトじゃなくてマット系のハイライトとかである程度丸みとか立体感を出しておくと、なんか男顔にならず可愛らしい曲線もありながら強めのメイクができるので、絶妙な小生意気な女の子みたいな感じのメイクができると思います。次使うのはこちらのロマンドのマスカラ。上半期ベスコスだなこれ。毎日使ってる。で若干ここの頭の毛はこういう感じで立たせます。ここだけスン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 。ない人とかはペンシルとかで描いてもいいと思うけど、チークはちょっとこの色らへんをちょっと重ねていこうかなと思います。かわいい。可愛くないこのチーク。チークっていうかシャドウだけどちょっと紫っぽくあざっぽい感じこれだけだとちょっとあざっぽいのでお気に入りの最近のチークを塗ってきます。これはインナーグローチークパウダー04番のアウラピンクっていうカラーで、こういうピンクです。すっごい可愛いのこれが。ちょっと明るく若干なる感じ。少しほんのり重ねて顎下に塗ります。アイライン引きます。でじゃあ胸くらってこういうメイクすることある？ない。はい、昔もない。昔はゴリゴリでこういう感じだった。はい、目真っ赤みたいな。目真っ赤？真っ赤？真っ赤。でも真っ赤言ってました。なんか指定メイクみたいな。何真っ赤って。でも指定メイクあったよね。私カーキの時超嫌だった。ありました。こんなところここら辺にね三角のラインとか書かされててちょんちょんみたいな。知り合いとかが来るのすごい嫌だった。その時にちょっとずつバレないように自分のコスメやってたりとかしてた。今だから言えるけど。そうだからそれもあって私は指定メイクとかはなんかねみんな守らないから。どうせファッションが好きなことがさ、自分を可愛く見せるさ術を知ってるからさ、他人の言うことって聞かないのよ。やっぱ自分が一番知ってるからさ、そういう子たちのやっぱ個性の邪魔はしたくないなと思うから、破ってもいいルールはあるのよ。ある程度ね会社が統制が取れるまでは作ろうと思って作ってたんだけど、もういらないかなと思って。指定メイク使わないやんないからってなんかいきなりすごいモンスターみたいなメイクする子もいないし、ちょっと跳ね上げ目にアイラインを描きました。トープっていうやつのウォータープルーフスリムアイライナー。これも赤系。目がさ本当に悪くって最近弱割りつけろよって話なんだけど、こっちのがよりナチュラルって感じだな。目頭にはエチセの方がいいな私は。今ちょっとね目頭やっぱりエチセの方描いたんですけど、こっちのトープの方でアンダーラインを引いていきます。今日はスモーキーなんで全体的にでぼかしていきましょう。まず上はここを使って、これねスモーキーメイクの時結構しっかりこうアイラインとかをつけるからシャドウでぼかしていった方が綺麗になじむと思います。引いたアイラインを全部シャドウでぼかしていくような感じ。ここの影は私目と目を離れさせて見せたいのと、鼻のここ太く見せたいんだよね私は。たらこれのここでハイライトをつけていきます。いつもキラキラなやつつけるんだけど今日はマット系で。したらこちらのキャップビニでシャドウ自体にちょっとラメ感が入ってないので、このセルブのハイライトパレットのこれのここでラメつけていきます。はい、一瞬でキラーン。次にハイライト塗っていきます。血曲げ
しまげソフトブライトニングパレット、マットハイライト。こっちがコンシーラーみたいなテクスチャーで、こっちがパウダーになってるやつ。今日はマット系でハイライトをしていこうかなと思います。なんか自然にね立体感をつけたい人はツヤのハイライトよりもマット系で仕上げた方が自然にはなると思います。今日は低サイドなんでスモーキーメイクだからちょっとマットで。ごめんね、爪が痛そうで、爪が目に入りそうで痛いってコメント絶対来そうだけど、ちょっと私も今回長くしすぎたなって思った。でもなんかちょっとこういう気分だった。アンホンのねやっぱネイルって可愛いの。爪長いのってねやっぱ指が長く見えるから可愛いんだよね。でちょっとここら辺も明るくしとこうね。でまつげ、目の幅広げたからつけまつげはちょっとつけません。ビューラーで地毛でやっていこうと思います。使っていくのはこちらのマスカラです。普通に盛るっていう方のマスカラだとこれが一番やっぱいい。これ取れないしさ、お湯で普通に落ちるしさ、しかもさちょっと塗ってこうやって簡単にさ縦にこうやってやるだけでさ結構綺麗にさーってなるよね。テクニックいらずみたいな。シェーディングしてなかった私。アイム耳なくなっちゃったんでこれを使います。こういう時にストック買っといてよかったってなるんだよね。デイリー使いするものは2本ずつストック買っとかないと。やばい、久しぶりにアイム耳じゃないやつ使うからなんか変な感じ。こっちの方が細いんだな。今日雨？あ、そうなんです。ごーん。ペンシルでやったんでウェイクメイクの方でちょっとまたこういう感じで。そしたらシェーディングじゃなくてリップをしていこうと思います。リップクリームをリップペンシルをまずシェーディング縁取っていきます。これは MAC のリップペンシルサブカルチャーっていう色を使っていきます。スモーキーメイクにはオーバーリップで、今日使っていくのはこの間スモーキーメイクで写真インスタの写真で使ってたやつと同じやつ使っていきます。セフォラの01番です。こういう感じのカラーでモーブ系、なんかヌーディーなんだけど暗めで低サイドでなおかつちょっと青みが入ってるようなカラーになります。多分シャドウの色味とすごく似合うような色味。こんな感じの色味。外人さんとかつけてそうだよね。可愛いよね。若干これはね乾燥するので保湿必須って感じ。これちょっと今日初めて使う。これもセフォラで買ったやつなんだけど、今開けるんかみたいな。この間韓国行った時に買ったやつだから2月の頭、ちょうど丸々1ヶ月前に買ったやつ。かわいい。はい、ということでメイクが完成しましたのでちょっと髪の毛をやってこようと思います。はい、ということでメイクが完成しました。いかがでしょうか。スモーキーメイクなので髪の毛はねちょっと長めな感じであんまり巻かずにちょっと目にかかるくらいのパッツにセットしてみました。髪の毛もちょっとがっつりストレートにはなってないんだけど自然なストレートにしてみました。なんかこういうちょっと黒ジャケットとかなんかシルバーアクセサリーをメインとしたコーディネートの時とかにモノトーン系の時とかにすごいこのメイクすると映えるのでとってもおすすめです。このカラコンがだいぶいい味出してる気がするけど買ってみてよかった。普段使いするのちょっと難しいけど。ということで本日は低サイドスモーキーメイクをしてみたんですけれども参考になったでしょうか。ちょっとベースメイクとかは私が最近本当にずっとやってるノーファンデメイクの術だったりとか盛り耐性がない方とかにすごくおすすめで、韓国アイドルとかの中でもエスパーのねカリナちゃんとかよくこういう系のメイクしてると思うのでぜひ参考になればなと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。バイバイ。